韓国ってそこまで反日教育してるんですか？とある人から今度お盆休みに初渡韓するんですけどって言われてですね、はい、あ、そうですかと、楽しんでください、8月15日またぐんで、ちょっと不安なんですよねって言うから、なんでですかって聞いたんです。そしたら、いや韓国の反日感情がちょっとやっぱりそのあたりの日はまずいんじゃないかって思うんですって言うから、歴史的な背景をご存知な方であれば、そんな失礼なことしないでしょうし、まあね、特に問題ないんじゃないですかって、特に何か問題があるなんて今まで聞いたことないですよって言ったんですけど、8月15日って韓国で광복절って言っててね、日本人が歩いたからって言ってて韓国人が怒ったりはしないと思うんです。ですよね。まあその日になんか日本の国旗を持って日本万歳とか言ったらちょっとそれはみんなに驚かせ、蹴られる、驚かされると思う。日本人から蹴られる。日本人から蹴られる。何しに来たんだお前って。だからってそんな日じゃないよっては思うと思うんですけど、ちょっと待てよ、日本人に言われると思う。そのように刺激的な行動をしなければ、8月15日に日本人がね旅行しに来てて観光楽しむ分には何にも誰も言わないと思う。いや問題になることはないし、なのであれですね、韓国は反日教育なのかについてちょっと加賀さん、韓国で生まれ育って学校で歴史教育もいろいろされてきたと思うんですけど、普通のね一般的に韓国人だったら誰でも受けるような歴史教育は受けましたよ。そうです。なのでそれが果たして反日教育なのかっていうのをちょっと経験と今までこういろんな人の意見とかもあるでしょうし、っていうのはちょっと聞いてみたいかななんて思って。私が韓国で生まれて韓国で育てて一回も私は反日教育を受けたっていう認識がなかったです。あと反日教育っていう言葉も聞いたこともなかった。日本に渡ってから反日教育っていう言葉を初めて聞いて、なるほど、反日教育私受けてきたのかなって振り返ってみるわけですよ。なるほどね。果たして今までの普通に歴史の授業だと思ってたものが反日教育だったのかなって自分でもちょっとあれと思ったりもすると、疑わないと、確かに日本で反韓国反北朝鮮教育かって言われると、そんな教育してない。いやそもそも日韓問題の歴史について授業でやらないですからね。やらないの？やらないです。いや歴史上いろいろあったじゃないですか。いやほとんどやらないですね。特にどんどんこう若い今の世代にどんどん今の世代に近づけば近づくほどやらないですね。お互い近いからこそいろいろの歴史の重ねがあるじゃないですか。それを勉強しないっていうことはどうかなとは思いますけど、日本の近現代史の年表で1910年に日本が韓国を併合したというのは出てきます。でもその前後のこととかっていうのが結びつきがあまりないし、さらっと流れてしまうから、そこについて興味関心を持って掘り下げていく人じゃないとなかなか知らないんじゃないかなっていうのはありますね。それはちょっと違うかもしれないですね。韓国での学校で勉強する歴史的な、量的な近代史だからそこまで深くは掘り下げるまでは勉強しないかもしれないけど、何年に何があったかとかどういうことが行われたとか、あと韓国では私の時代には植民地支配っていう言葉で勉強したんですけれども、今は일제강점기って言ってて、だから大日本帝国の強制占領期というふうなのを縮めて、大日本帝国を日帝というんですね、韓国ではね。それは昔から言い方変わってなくて、일제って言うんですけど、でもうちょっと簡略化して일제 시대、日帝時代という言い方が普通だったんですよね。だけどもここ何年ぐらいからですかね、韓国の教科書も少しこう編纂というか、こう改変の時期があって、일제 강점기っていう言い方をするのが一般的にもそうだし、ニュースでもそういうふうに言われるようになりましたね。でも変わらないです、内容は。植民地支配をしてたという時代があったと。それが1910年から1945年までという
ことですね。実際に、中学高校の時のお勉強とかが最も歴史について学ぶと思うんですけど、そのあたりどうだったのかなっていうのが。その時の話も勉強しますよ。大学試験問題でも出ますし。どんな感じの問題出るんですか、大学。日本が強制的に占領した時期を主に3つに分かれて、第1、第2、第3で分かれて、そういう時に何を主に日本が韓国にやったのかっていうのを、例えばの問題だけど、その第1期に何をしましたか、当てはまらないものを選びなさいみたいなことは出ますよ。普通に一般教養を勉強した韓国人であれば、韓国の場合は、日本よりもほとんどの人が大学受験というのを目指すじゃないですか。そうですね。それは日本との大きな違いではあると思うんですけど、その話は置いといたとして、受験に必要な一般教養というのはほとんどの韓国人は勉強してきてるわけですね。なので歴史についてもある程度日本よりも詳しく近現代のその1910年よりもちょっと前ぐらいですね、日清戦争ぐらいから今までの歴史については日本人よりは勉強してるっていうのが多分韓国だと思うんですよね。その勉強の中身が反日教育だっていう人がいるわけですけども、どういう点だと思います？日本の歴史もある程度勉強されたじゃないですか。そうですね。でも日本人が思う反日教育って主に言われてるのは、私の認識では、例えばその、日本では竹島って言われてる特島のを自分の領土だっていう歌を幼稚園生に歌わせたりとか、そういうのをよく取り上げるじゃないですか。幼稚園とかで歌わせるんですけども、それはもうこう洗脳的な教育ではあると思うんですけど、それは反日ではなくて、領土の話だよね。ここの領土はこちらの領土だよと、逆にそれを日本でね、竹島は日本の領土だ、守るぞみたいな教育がなされてるかっていうと、学校ではほとんどないですね。でも日本もその領土問題あるじゃないですか。自分の領土として認識を一致しましょうっていう教育はするんですよね。します。それと一緒です。なので尖閣諸島も日本の領土、竹島も日本の領土、北方四島も日本の領土っていうのが一応日本政府の立場だし、日本での教育はそういう教育をします。それと一緒です。一緒ですね。なので、それで、日本人と韓国人が竹島特島についてどっちの土地だと思いますかみたいなことの話し合いを、民間の一般人が日本人と韓国人がね、例えばここでやり合うっていうのは、私たちの場合はいいかもしれないですよ。歴史で何て言われてるんですかとか、あの時のこうイスンマンラインがとかね、李承晩ラインみたいなのを日本では言うわけですよ。勝手に線を引いたとかね。でそれを言い出すと、じゃあもっと前にもともとじゃあ特島には竹島にはどっちが先に行ったんだっていうと、こう水かけ論が始まるわけです。でそれを一般の人がお酒の席で言う人もいるわけですかね、たまにね。昔いたでしょう。私の知り合いの人が、男性が韓国人で女性が日本人で日韓カップルだったんですけど、もう飲み場でもう特島は誰の領土だっていう、韓国の中で日本人にもう選択させるっていうのはひどいなとは私は思いました。お酒の席じゃなくてもどうかと思うんですけど、そういうのを話す場であればね、いいのかもしれないですけど、そうじゃないのに、お酒飲んでるところに日本人の女性に対して韓国人の男性が韓国でとはどっちの土地だと思うか今ここで選択しろっていうのはハラスメントでしょうね。あとその人がどっちに選ばとしても変わらないじゃん。それは政治の話、国で話そうって思いますけどね。でも女の子も知らんがなって言えばよかったと思うんです。知らんがな、そんなのアホかって、今ここで聞いてどうするって日本の領土だよ当たり前じゃないかって言えばいいの私って納得するってで、そう思ってんのに、いや韓国のものですってテヘペロって言わなきゃダメってね言えば納得するなっていうのやってやれば、そういうキャラクターだったらいいのに、そういうキャラクターじゃないっていうのを知った上でそうするから、それはどうかなとは私はそういう人も中にはいます。一概に言えないっていうのはね、結論じゃないんですけど、どういうものがじゃあ反日教育だって思ってんのかっていうの不思議でならないんですよね。1910年日韓併合になりました。
それは紛れもなく植民地支配だったんですけども、日本で自称保守と言われる、よく言われるね、東洋みたいに言われる人たちは、日韓併合は植民地支配ではなかった、韓国も納得の上だったみたいなことを言う人もいます。それはもちろんその条約に関わった韓国の人たちは、もうある程度しょうがないと、このままいけば私たちは殺されるだけだし、っていう風な立場の人もいれば、これで良くなるぞっていう人も中にはいたでしょうね。よく言われるね、当時1910年に植民地支配だったっていう証拠で、当時の朝鮮、韓国今のソウルに置かれたのは朝鮮総督府というのが置かれました。それは日本の陸軍の大将以上のクラスの人が朝鮮総督府のトップに立つわけです。それはその当時で言うと天皇陛下と同じような権限を持つわけですよ。こっちでは全権がある。でそれが当時の朝鮮の朝鮮総督府、今の韓国のね。でそこからほとんどの人が陸軍、一人を除いたら全部陸軍なんです。朝鮮総督府の一番偉い人、すごいやっぱり苦しめるわけですよ。不平等な、これもこういう朝鮮史とかって読むのもね、にも書いてありますけども、これは山川出版社、教科書でちゃんと本を書く出版社ですけど、日韓併合した時は天皇陛下はちゃんと日本人も韓国人も同様に扱えよみたいなことを言っていただけるわけです。だけども実際にはそうでもいかないと、もちろんね。でしかも日本国籍も与えられるわけですよ。日本国籍に強制的にされるんですけども、じゃあ平等かというとそうじゃないと。権利もそうだし、やっぱりそこは分けられるわけですね。でそういったすごい圧迫する圧政が続いたっていうのがあって、1919年に 3.1 運動が起きたっていうのが朝鮮総督府ですけども、よく言われる台湾はなんで親日なのに韓国は反日なんだ、そもそも韓国は反日かって言われると、普通に一般人反日じゃないと思うけどなって思うんですけど、台湾の場合は日本と中国が戦争した当時の日清戦争で日本が勝って、その時の条約、日本がやっぱ講和条約なんですけど、日本が有利な条約になるわけですよ。で下関条約というのが1895年に結ばれます。その時に台湾は日本のものだって譲り受けるわけですね。でそこで朝鮮総督府のように1895年から台湾総督府が置かれるわけで、最初の頃は同じように軍人が行くんですけど、軍人の中でも大将じゃなくて中将以上でよかったわけです。そこでやっぱりちょっと差があったりしますよね。そこまで全権を持たされてなかったっていう。1919年から台湾は日本から文官統制といってお役人さんが来るようになるわけです。行政の人がそれで方向転換するわけですよ。うまく台湾もある程度圧政はあった。だけどももっとこうインフラをね整備するとかそういう方に行った。でもそれはやっぱり 3.1 運動があったから、多分台湾だけじゃなくて他の国もちょっとこれはこういうふうにするとまずいぞっていうのをきっかけになった運動でもあるから、本来ものすごく認められるべき運動なんです。日本でもあれは正しかった、あれがあったからこそその後がこうだったみたいな話にならなきゃいけないのに、もうなんか反日の象徴みたいになるわけですよ、日本では。3.1 運動は平和運動で、みんなが韓国の国旗を持って韓国万歳っていうだけです。集まってね、なんか暴力したりとか誰を殺すとかそういう運動じゃないんですよ。声明としては、韓国で独立するんだっていう声明を出したと。それで暴力革命ではないっていうのが一つの強調するべきところだと思いますね。あとよく日本の方が言うのは、日本が来たからこそ近代化に進んだじゃないかっていう人もいるんですけれども、韓国では確かに近代化になったけど、それ韓国のためじゃなくて物を持っていく、あと日本から韓国を通して中国とかロシアとか戦争しに行くためにインフラ整備したんじゃないの、韓国のためじゃないじゃんっていうのが韓国側の主なその認識ですね。認識ですよね。だから台湾の場合と韓国の場合、当時の朝鮮の場合が大きく違うのはそこだと思うんですよ。だから何が行われてたかっていうのは本にも書かれてるし、いろいろ言い伝われてるんですけども、そういう歴史勉強を韓国ではするけども日本ではやらなかったっていうのが、そこの反日教育だっていう人がたくさん生まれてしまったんじゃないかなとは思いましたよね。それはやっぱり日本人の立場、日本で教育を受けた立場として、なんで反日教育
だっていうこんなに言われるようになったんだろうっていうの思いますよね。あとある人の動画を見たんですけれども、韓国、中国、反日教育やめろっていう叫ぶような動画を武田なんちゃらさんねあまり詳しくは言わないですけども、もうすごい有名な方で、の動画を見たんですけど、もう中国人と韓国人は日本人見たら唾を吐くとか大嫌いとか言ってるんです。反面日本人はそんなことしないって言うんですけど、韓国でも日本でも日本人見て唾を吐く人はほんの一部。私も日本に生活しながらわざと韓国人女性っていうそのだけでぶつかってくる人もいるし、嫌なことをされたこともあります。だけどそれは日本人みんながそういうわけではないっていうのは分かる。それは一部、それも一部。本当にそういう一部の人がそういうこと、日本人が韓国に来た時に唾を吐くとかもう脅そうとするとかっていう人が一部の人にもしあったとしても、普通の一般の韓国人は日本人守ります。その変なやつは警察を呼びます。それが普通だと思います。わざと私に道を歩いたらぶつかりに来る人、それでも相手が何人かわからないじゃん。新大久保からこそ、なるほど。韓国語で話してるからこそ、韓国語で話してる時に、日本人かもしれないのにね、いるんですよそういう人が。あと私が何も喋らなかったら日本人か韓国人かわからないから、最近韓国人多いよねって私に同意を求めてる人もいたりとか。それ、人に同意求めるってすごいですね。そしたら、そういうことをわざわざ聞いてくるおじさんみたいな人も多いですよね最近って言い返したいですよね。なんか瞬発力欲しいですね、そういうのもね。思ってごらん、さっきの日本人と同じよ。私が日本にいながら日本の通りで女性一人で周り日本人ばかりでそう言われて、そんな言い返せないよ、怖くて。そうね、変な人じゃないかもしれないけど変な人かもしれないじゃん、実際に会ってそういう人がいるとちょっと怖いですよね。気持ち悪いしね。あと避けたい、あんまり関わりたくない、なので日本にもいる、韓国にもいる一部でも、それはみんながみんなではないっていうのはもちろんわかるし、それが一般的常識を持ってる人だったら、一部の人ね、自分から避けようと思うのが普通だから、日本の皆さんももし韓国とか中国とかそういう人にばったり会ったら、一部の人私が避けようっていう思えればいいんじゃないかなとは思う。それと一番大事なのは、日本で日本人の、それは男性でも女性でも関係なくですよ、日本の人、日本人のだと分かる人が韓国人とか中国人に、レイシズム、要するに差別発言、ヘイトスピーチをしてたら、周りにいる日本人が、おじさんちょっとそれはダメですよってことを言わなきゃいけません、それは間違いありません。それは言わなきゃいけません、逆にもし韓国で、ね、日本人に対して、韓国人、おじさんにしましょうよ、韓国のおじさんが、ね、日本人に対して差別発言をしてたら、それは韓国人が言わなきゃいけないことだと思うんですよね。でそれは差別というのはどうしても見たら放置したらいけないと思うんです。ということはちゃんと胸に刻みたいですね。あとそのツイッターでね、さっきもありましたけど、反日教育韓国って調べたらうわーっていっぱい出てくるんですけど、その中でもそのネトウヨ側じゃない人もいるわけです。例えば韓国は反日教育をしているっていうのがよくありますがと、この話は2010年代に長らく続いた言説だと、今でも信じている人も多いよねと、でも韓国の公的教育で、学校で教わる教育で反日教育をしていることはありませんと、韓国史、韓国歴史の授業において文録慶長の駅や日本帝国の占領期の記載はあるが、これは歴史の授業であって反日教育とは言えない、ちゃんとあるとある先生がそういうふうにおっしゃってますね。その通りだと思うんですよ。それ以上でもそれ以下でもなく、その通りだと思うんですよね。そのあたりはそうですね、歴史っていうのは過去のことで学んで現在を生きていくために、いろんな歴史の中での経験したこと、国が経験したことを学んだ上で未来志向で今後どういう選択をしていくかを勉強するために
習うことだと思うんですね。歴史はね。そう、歴史をそうは繰り返してはいけないもの。そうですね。だから昔あった被害を受けたことを学ぶっていうことをなんで反日教育か言われると不思議には思うわけですよ。日本でも原爆のことを被害を受けたことを勉強しますよね。日本の原爆被害でいうと広島では14万人、長崎では7万人、太平洋戦争中でいうと一番あと大きい空襲というと東京大空襲では14万人とかぐらいがアメリカによって虐殺があるわけです。でそういう歴史教育を日本の学校で勉強してて、反米教育だってならないですよね。そういうことですよね。そう一緒だと思います。だから歴史上あった被害を受けたことを勉強してて、反日教育ではありません。歴史と教育ですよ。日本でも原爆のこととか勉強してて、それは反米教育ではなくて歴史と教育ですよね、っていうことです。そうですよね。日本は戦争を仕掛けてって、アメリカに対しても加害もあるし、アメリカから被害もあるわけです。で被害の方が最後結局大きいわけですよ、ね、それに対する被害者感情ってもちろんあるのかもしれません。だけどじゃあ加害者としての日本の教育ってしてるのかっていうと、そこの問題がものすごく大きいと思うんです。加害者だっていうところの教育をしてないと思うんですよ、本当に。日本が韓国に対して行った加害に対しての教育をちゃんとしていて、ある程度の植民地支配に対しての知識を持っていれば、韓国人が韓国で反日教育を受けてて、だから反日思想なんだにはならないと思うんですよ。8月15日に日本で過ごした時にすごく衝撃だったのは、ずっと原爆のことで戦争で負けて庶民たちがどんだけ苦労したのか、被害を受けたのかっていうような内容の放送ばっかり流れてて、なんかすごくモヤモヤした思いがあるんですよね。もちろん庶民たちは被害者もあったでしょうけど、あなた加害者のこともやったんでしょ。なんで加害者のことは全く映さないで被害者の立場しか語らないの？もやもや感はありました。あるでしょうね。それは日本語を勉強して、韓国の大学での専攻が日本学科だったわけじゃないですか。日本語学科ではなく日本学科なんで、日本の歴史の勉強もしたし、日本の文化とかいろんな勉強をしてると思うんですけども、そんな中で日本で8年住んだわけですよね。この世界の片隅にっていう漫画があって、アニメーションもありますけども、そこでの終戦の日本が敗戦をしたっていう瞬間に、今までひっそり暮らしていた韓国人が、朝鮮人が太極旗を持って、うわーって出てくるっていうシーンが漫画で描かれたんですよ。それを描いてる作品っていうのがなかったんですよね。そういうことを学んでこなかったっていうのがものすごく大きいと思います。日本で主人公の日本人の子はそれを見て、あ、私たちも加害者だったんだっていうのをふと気づくわけです。あ、そうかっていうの。なんでこういうふうなことを私たちがどうなんだろうねって話すきっかけになったかというと、保守系の人たちじゃない人たちからも、韓国って治安どうなんですかとか、反日教育だから結構なんか怖いところあるんじゃないんですかみたいな、韓国に来たことない人、普通の人、知らないとね、それはもう右とか左とかっていう思想がない人いっぱいいるじゃないですか。でも韓国別に嫌いじゃないけども、ちょっと行ったらどうなんだろうみたいな、反日教育なんでしょってちょっとだからそういう、ツイートを見ちゃうとかしたい人は、そうなんだ、だからといって別に嫌いにはならないよっていう人もいると思うんです、普通の人の中では。でね、反日教育なのって言ったら、大体反日教育ってね、私日本に行くまで知らなかったっていうふうに言うところだったんですよね。こうやってね YouTube をやってる上でいろんな質問をされてて、刺激的な話題かもしれないけど、一度触れてちょっと伝えたかった。日本嫌いじゃないよって日本嫌いなわけじゃないよって。だけども日本を私は愛してますっていう感情でもないよと。もともと韓国の教育は反日教育かって言われたら違いますと。違いますということですね。ここは使われるかどうかわからないですけども、韓国でやっている教育は反日教育だと言っている人を見かけたら、その人はダメな人だと思ってくださいね。これは使えないな。使えない。偏りは良くないです。両方聞きましょう。で両方聞いた後に両方の情報を
調べた上で自分で判断しましょう。今の世の中いろんな情報がもう交えてるから、本当にちゃんと芯を持って自分がちゃんと考えてものを判断する力がいる時代です。そうですね、でもそういう刺激的な話がクリック率高かったりとか、そうなんですよ、視聴回数が増えたりとかするから、ね、どうなんだろうね。どうなんですかね、はい、社会問題とか日韓に関わることとかっていうのを、ちょっとこれやっとくかっていうようなことがあればこれからも、取り上げていきますので、だけどそんな炎上するようなことは結果的に言うこともあるかもしれないですけど、結果的にですからね、それは、狙ってるわけじゃないし、今日そんなないよね、そんな多分そんな見られないんじゃないかなと思うんですよ。ということで今日はここまでです。ここまでです。毎回この時事ネタだけではなく、いろんな日韓に関わるようなことを発信していきたいと思いますので、今日初めて見たよっていう方はぜひ登録してください。そうです。こんなこともやれば、ただあんなこともこんなこともいろいろやりますので、まずはチャンネル登録をしていただいて、後で次の動画、その次の動画でつまんないと思ったら外してもらえればいいので、まずはチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いいたします。あと私たちの意見にちょっと違うよ、こういう意見あるよっていう方はコメント残してください。コメント残してください。別に思想はどんな方でも、例えば星寄りだとかね、その通りだと思うとか、反日教育やってるに決まってるじゃないかっていう意見、何でもいいですよ。何でもいいので、もうコメント残してください。皆さんのコメント読みます。必ず読みますんで、必ず読みますんで、もうコメント残してください。ここまで。じゃあ、ここまで皆さんありがとうございました。